っていうぐらい。とりあえず、もう、このまま行ったらまた保育所に戻れますよ。保育所に。戻れますか？はい。保育園にぜひ保育園に行きたいんで、幼稚園にも通わせたいんで。そうですよね。はい。そう、ちょっと幼稚園諦めてたんで、ちょっと半ば、本当にいけないかなって。今通ってる保育園でなんとかやっていくしかないのかなって思ってたんで、はい。もうまた幼稚園に行けられるようになったら本当に嬉しいなって。幼稚園も行けますよ、こりゃ。本当ですか？ね。うん。もう、先も生ですよ。あれ、こんなに綺麗になったのっつってなりますかう、ら。はい。はい。もう楽しみですね。なんかその先の希望が見えてきました。もう本当にお先真っ暗っていうか、この状態じゃもう小学校もどうなっちゃう、いじめにあっちゃうんじゃないかとか、もう生活やっていけないだろうなって、そう幼稚園行っても、ね、一緒に活動したり、外遊びできないだろうなとか、もうそれこそ、ね、給食とかも食べられないんじゃないかなとか、いろんなこと考えて、この子の将来が本当かわいそうになっちゃうなって。もうほんと早急になんとかしてあげなきゃっていう思いがあったんで、まさかこのね、1ヶ月ちょっとでこんなになるとは思ってなかったから。この1ヶ月半、もうめっちゃドラマありますもんね、ドラマが。すっごいもうね、ストーリーできますよね。いろいろあって。1ヶ月半、めちゃくちゃ内容濃かったですね。よかったですね。私もちょっと意気込んでやりますって手挙げて、もう第一号だからもう本気でやっていこうと思って、まさかね、ここまでいろいろあると思わなかったですけど、結果的にこう良くなって回復してってるっていう風に分かったんで、それがすごく良かったなって、今まで頑張ってきて良かったなって思います。1ヶ月で諦めなくてよかったですよ。もうそれに。もう先生がちょっと前向きにおっしゃってくれたから、ちょっと私もちょっと精神的に心が痛かったんですよ。すごくこんなに頑張ってるのにダメかと思って、ちょっと心が痛かったんですけど、先生が前向きに言ってくださってたんで、そうですよね。ちょっと励まされながら頑張れたっていうところがあります。いや、でもね、1ヶ月ちょっと過ぎたぐらいに、萩原さん、やばいですか、その素材変えても変化ないですかって聞いたときに、じゃあちょっとあんまりないって言われたときに、もうすいません、もう治療費返しますっていうつもりだったんです。本当に。もうお手上げですと。すいませんって感じでしたね。もう僕の実力不足ですという感じでした、本当に。いやなんか本当にそう思ったんですよ。効果出てないですって思って写真も送ったじゃないですか。まだこうやったけどこんな感じですって。そう写真もいっぱい撮ってたし、やっぱり親だから子供のことはよく見てるんで、変化とか肌だけじゃなくていろんなこと重視してたんで、いやーちょっと厳しいかなって思ってて、治療どうしようかと思ってた中だったんで、あれは本当に効果がちょっと薄いですなと思ってたんですよ。本当に今だから言えるんですけど、本当に1週間ぐらいの差でしたよ。もし1週間経ってたら僕治療費返してもうさよならっていう感じだったと思うんですよ。1週間。いやさよならされるのも寂しかったんですよ。本当にもう先生が最後の希望っていうか、もう本当に助けてくださいだったんで、もうめちゃいやでも私ももう断るかなと思ったんですけど、先生さよならも悲しかったし、何より主人が治療を諦めてなくて、パパが治療を諦めてなくて、私がちょっとダメかなと思ってた時はもうまだやるよっていう感じだったんですよ、私のパパが。パパ偉いわ。偉い。そう、パパも同じようにもう絶対病院行っても治らない。そう、パパお仕事だよね。今日お仕事。そう、パパもステロイドとかそういう病院行っても治らないだろうっていうのもちゃんと分かってくれてて、ちょっと理解はあったんで、もう本当に夫婦で協力してやってて、で、私がちょっと治療どうかなって、やっぱ一日ずっと一緒にいるわけですよ。一日中一緒にいてこう書いたり、泣きわめいてこう血だらけになってる姿をずっと見てきてたんで、結構メンタルやられてて、
で、パパが本当に励ましてくれて、どうしようかって、やっぱ報告もずっとしてたんで、先生と連絡取り合って、こんな風に話をしてるとか、ちょっと2週間やってダメだったらっていうことも言ってたんで、でも、割とパパが前向きに、いや、まだやるって、やった方がいいよって言ってくれて、で、先生もちょっと前向きな言葉をかけてくださってたんで、それで、まあ、1週間もう一回やってみようと思って、で、その1週間でグッて良くなったから、この1週間が多分みゆちゃんの人生を変えたでしょうね、この1週間が。そうですね、もう、すごい、もうなんか、こんなことあるっていうぐらいびっくりするぐらい、この回復のスピードがすごかったですよね。そうなんですよ。これね、僕ずっと言うんですけどね、出した後が一気に早いじゃないですか。出し切るまでが時間かかって、切った後一気に加速するじゃないですか。はい。そこなんですよ。だからいつ出し切るのって聞かれると、もう分かんないんですよね、こればっかりは。そうですよね。だってみゆステロイド使ってないんですよ。1回もで薬も使った経験を1週間だけ、傷口が染みちゃって保湿ができないから、お医者さんでもらった保湿剤をもらって塗ったことあったんですけど、まあ意味なかったですけどね。全然全く意味なかったけど、その1週間っていうだけの薬しかなかったし、そんな出るって、ちょっと疑いが、肯定反応、これ本当に肯定反応っていうぐらい疑いちゃうぐらいすごかったんで。そうなんですね。でも、あと僕が言えることは、あとは皮膚を鍛え上げる感覚っていうのを味わってもらったら、もういいと思いますよ。書き崩れなくなるような皮膚になっていくんで、少しずつ。はい。そうですよね。ください。はい。そう、書いてもすぐピッて血にならなくなってきました。そうですよね。もうどんどん鍛え上げていくんで。子供の肌って薄くて弱いですもんね。そう。もう書いたらすぐ書き崩れるしね、血が出ちゃうし。はい、そうです。もう血が出ちゃう。もうそれをぜひ、味わってもらえたらなと思いますね。次のステージはそこですよね。次のステージは。そうですね。鍛え上げていく工程を。そう、もう2歳の赤ちゃんが頑張ってるんだから、他の人も絶対頑張れるんでね、大人の方もね。いや、できる。もう、気持ち、もうここまで、良くなってるから、他の人も絶対できると思う。ね、こんな小さい子が頑張ってるんだから。ですよ。2歳児ですからね。ね、ほんと2歳。いや、ほんと、なんか、私は味わってないし、そのかゆみの経験もないし、アトピーじゃないし。ごめんね。そう。もう見てるだけだけど、私は心が本当に辛かったんで。世の中のお母さんたちの、ね、チーって。ごめんね、音聞こえないんだよね。ね、大丈夫。もうね、重症のアトピーの子供さんを持つ母親の気持ちって、まあ僕は分かんないんですけど、まあすごい大変でしょうね。いや、もうそうですよ。いや、もう周りから言われまくりますね。自分だったらいいんですけど、やっぱここまで小さい子供がここまでなっちゃうと、周りは黙ってないんで。でしょうね。もう周りの外の声がうざいでしょうね。いや、まあ、正直ちょっとまあ、一歩外出れば、もうすぐ目線はこの子に注目して、ね、かわいそうねとか、やっぱ心ないこといろいろ言われ続けてたんで、そうですよ。保育園行ってれば他のお母さんたちも見てるし、ね、やっぱ親だけじゃなくて、先生とかも心配するし。まあ、とりあえず外野の声ないでしょうけど、とりあえずね、光が見えてきたのは事実なんで、はい。はい。また随時報告お願いします。了解です。はい。とりあえずまた、来月ぐらいにまたコンサルさせてください。白い皮膚が見えてきましたね。白い皮膚が。そうです。なんか、全部真っ赤っかだったのが、部分的に白く、なんか、湿疹の部分があって、白いとこがあってってところで、白いのが増えてきたんですよ。見えますよ。見えますよね。で、今、部屋めっちゃ寒いんですよ。部屋が。部屋寒い。めっちゃ寒い。
めっちゃ寒いぐらい。汗をか湿度高いですから、そう、汗かかせないように、今ほら、包帯巻いて、長袖長ズボンなんで、はい。もう引きこもりで、もう寒い部屋に引きこもりですよ。なるほど。まあ、もうでもそのおかげもあるのかなって。まあ、保湿はしていただいて、しっかり乾燥しないように。はい。はい。はい。保湿はい、保湿は。します。あれいいでしょ保湿。あれ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 いいんですよ。あれもうすっごい時間かかっちゃって塗るのに。硬いから、そっか。こうやってやるんですよ。こうやって。で、こうやってやって、なるほど。こうやって、こうやって、こうやってやって、こうやってやって、すっごいやっぱ時間かかっちゃって塗るのに。なんかいい方法ないですかね。子供に対してはかかるかもわかんないですね。子供さんにはね、大人だったらもうすぐ自分で柔らかくできるのでね。そうですよね。で、しかも動き回るし、逃げるし。なるほど。いや、でも、染みないから痛くないって言って、はい。痛くないから塗りやすく、自分から塗ってって言うようになったんで、それはすごい助かりました、本当に。塗る時間はかかるけど、はい。塗ってって言ってきてくれるようになったんで、塗りやすくなりました。また、保湿、持続性が長いでしょ結構。そうですね。なんか、乾きがそんなにない。なんか、まあ、包帯ちょっと巻いちゃうんで、塗った後に包帯で巻いちゃうんで、ちょっと見えなくなっちゃうんですけど、顔は、テカってしてますね。テカ。ますか。いいですね。はい。はい。もうそこが大きい。嫌がんなくなったのが、もうやっぱ2歳児だから、イヤイヤ期がもう激しかったりとか、自我もすごいし、何かとややこしい時期なんですよ。2歳児は。大事はね。ケアもそう、包帯も嫌がるし、ケアも嫌がっちゃうから、もうそれがなくなったっていうだけでかなり大きいですね。よかった。とりあえずよかった。本当に。もう、いつでも質問は受け付けてますんで。もうそれがここで、そう、連絡してっていうのが本当大きいですね。フォローがしてもらえるんで。そうです。わかんないこと多いですよ。これどうかな、大丈夫かなとか、どうしたらいいのかなっていうことが多いんで、はいはいはい。その連絡取っていいっていうのが大きいです。本当ありがとうございます。先生のフォローのおかげで。いや、よかったですわ。もう質問は24時間いつでも受け付けてますんで、はい、いつでもしてください。ありがとうございます。とりあえずよかった。本当にもうそれに尽きるわ。とりあえず。アトピー治ったら、したいことっていうのをいつも話してるんですよ。はい。アンパンマンに会いに行こうねって、アンパンマンミュージアム行くんだよね。アトピー治ったらアンパンマンミュージアムに行くんだよね。アンパンマンに会いたいって言ってて。ね、お外でいっぱい遊ぶ。アンパンマン乗りたいんだよね。アンパンマンの車乗るって。何でもできますよ、アトピー治ったら、本当に。今まで。いや、本当そう思いました。逆に考えて、アトピーになるとここまで自由が出てないよって。アトピーになるとここまで日常生活の自由を奪われるんだなって。本当にそう。アトピーはもう人生狂わしますからね。と思いました、本当に。なんか無縁だったんで、私はそのアトピーとかそういうのには。なんかまさか自分の子がこうなるとは思ってなかったし、重症化してここまでもう自由を奪うんだなって。そう。もう本当に痛感しましたね。怖いでしょ、アトピーって。いやもう恐ろしいですよ。もうこんなのもう二度と経験させたくないって、もう早く治して、もう今後も絶対こんな思いさせたくないなって思いました。それに、萩原さんはやっぱ偉いですよ。本当に。偉い。いや、もうそう言ってもらえるのが嬉しいですよ。もう私がやってること何かと否定されることが多かったんで、いや、病院行けよみたいなね。こんなにやって思ってんのに、なんか否定的な意見ばっかりで、なんか先生にそうやって言ってもらえるのが嬉しいですね。いや、本当に偉いと思うわ。気づかない親もやっぱいますからね。ほとんどの親が気づいてないですから。そうですね。なんかきっかけがあって気がつくんだろうなって。なんか。ですよ。
そうですよね、私も、はい。僕が子供の時のアトピーの治療ってもうステロイド以外に方法なかったんですよね。だからうちの母親もそんなね、関心もなかったですし、まあ、昔はしょうがないんです。はい。昔はステロイドだから。はい。でもはい。今はもう情報社会だからいろんな情報が漏れてるんですよね。ステロイドの危険性で。そうですね。はい。だからそういう意識を向ける母親ってやっぱ少ないんですよ。うん。萩原さんね、これが広がってほしいなって。萩原さんめちゃくちゃ偉いですよ、本当に。いやー、ありがとうございます。本当に。いや、そう言ってもらえるのが嬉しいですね。褒められるってことがないんで。まあ、なるほど。こうやって。カリスマのママと思います。カリスマ。まあ、とりあえず、その重症のアトピーをもう救ってあげてください、本当にいろんな方をね。それをはい、そうですね。いろんなお母さんの気づきのきっかけになればなって。そうですよね。思います。それにつきますよ。だって、萩原さんが第1号で、黄色ブドウ重症アトピーの子供を持つ、そのブドウ球菌撃退法で、少しずつしてきている、アトピーのママ第1号ですから。やったこれはすごいですよ。本当にすごいです。本当に。いやもう、いや、第1号っていうのがもうびっくりだし、なんか、いや、私なんかですみません、おこがましいです、本当に。ですよ。はい。第1号。パパさんにもよろしく言っといてくださいね。もちろんです。はい。パパも本当に先生に感謝してるんで、もう本当に、お顔をお会いできなくて、本当すいません。仕事行ってた。すいません。はい。本当感謝。アトピーの治療はもう個人ではできなくて、もうチーム総力戦なんですよ。アトピー治療は。はい、それはすごく思います。はい。個人ではできない、これは。私も一人だったらできてないです。主人のサポートとか、周りの理解も、私の母親も理解してくれてるんで、その理解もあって、やっとできてるっていうところも大きいんで、やっぱ、兄弟、お兄ちゃんがいるから、やっぱり、難しい部分もあって、私一人では。ちょっと協力なくしては、ちょっとこの重症化してる、治療はちょっと厳しかったですね。協力なくしては。だからそこも母親にかかってるかなって。お母さんたちも意識上げるのもそうですけど、周りの人にどう理解してもらうかっていうのも大きいかなって思いますね。まあ、今ね、萩原さんが簡単にこう口で説明してますけど、でもその体験っていうのは想像を絶するものだと思うんですよ。僕、母親じゃないから分かんないからね。はい。これはもう萩原さんじゃないと分かんないですね、本当に。一言で言うと、壮絶でした。壮絶でしょ、壮絶でした。はい、私は割と明るく前向きになる方なんですけど、それでも結構やられるぐらい、児童相談所から虐待疑われるもそうですけど、壮絶でした。そうですよ、児童相談所がね、疑いがかかって家に来ますからね、看護師と一緒にね。もうコロナのこの時期にソーシャルディスタンスとか言って自粛中に、もう3人でドガドガと家上がってきましたからね。本当すごいわ。ありえないと思って、やっぱり最初は私一人でちょっと対応したんですけど、もう主人がもう黙ってなくて、そうですよね。この間はもう外で外で帰れっつって15分で帰らせました。15分で切らせて、そういうのは本当に本当に15分でした。時間計ってなかったですけど、見たら15分でした。もうね、児童相談所がやることは、そのステロイド治療に戻そうとするから、危険ですから。そうですね、はい、そういうステロイド推しでした。はい。もう今度来たらもう5分で蹴散らしてください、もう5分で。今度来た時は1ヶ月後来るんで、今月末かな。7月の終わりにまた来るんで、多分おそらく連絡来ると思いますね。電話は2週間に1回ぐらい来てましたから。電話2週間。
回か。2週間に1回来て、来たのは1ヶ月に1回は4月から来てますね。もうね、今度来たら、もうみゆちゃんの顔を見せてあげて、はい、良くなってますから帰ってくださいでいいと思います、それで。もうそれでギャツンと、もうざま見ろですよ。そんな口の言い方しちゃダメですね。もう本当に、ね、よくもここまで疑ってくれたなっていう、ね、言い返してやりたいぐらい。そうですよ。もうよくもてめえ来たなという感じですよ。はい、しつこくて、本当にしつこい、こんなにしつこいんだってぐらいしつこかったんで、はい。最初はもうちゃんと対応しようと思って、正義的に採用したんですけども、後半からはもう、来んじゃねえぐらいの勢いで、もう来んっていう感じ。来んじゃねえって。あ保育園をお休み始めたから、ちょっとそれもあるんですよね。保育園行ってれば、やっぱ他の人の目があったり、先生からの報告があったりするんであれなんですけど、やっぱ家に引きこもってるっていうのを知って、なるほど。保育園を休んでるのはなんでですかって聞かれたんですよ。そう、お休みにして引きこもってるのはなんでですかって聞かれて、なんかこう、隠そうとしてるんじゃないかみたいな疑われて、いや、今その治療やってるからお風呂に入らなきゃいけないからお休みしてんですって言って。そういうふうに言いましたけど、なんかいろいろ、本当いろいろ言われました。今って仕組みなんですか？保育所に行ってないと、なんか虐待の、なんか、疑いがかかるんですか？今って。まずなんか虐待を疑われた家庭は、まずその幼稚園とか保育所とか外部の第三者の目があるかどうかっていうのをまず基準ってなるみたいで。なんか行ってないってなると、なんか家で引きこもって何してるかわかんないから。ちょっと待ってて。